はい、エンドラボのお時間です。今日もワクワクとクリエイティブをキーワードにソニックや製品の Tips や近況などをお伝えします。今回はライブ 8-bit ワープスでライブをするときに知っておくと安心な技やマインドセットについて5つご紹介します。ぜひこれらを活用して万全の体制でライブに挑んでみてください。はい、それでは5つご紹介するんですが、前半後半分かれてまして、最初の3つは操作ミスの予防に役立つ、アイデア、Tips を3つご紹介します。で、後半は実際にミスが起きちゃった時にどうリカバリーしていくのかっていうアイデアを、2つご紹介します。それではまず1つ目ですが、1つ目はシフトキー、ルーパーキー、メモリーキー、パターンキー、あとプレイキーの色には、ぜひ注意を払ってください。というのも、例えばシフトキーは押すとノブのサブパラメータを操作したりできるんですが、シフトをホールドする機能もついてまして、このように色が変わっていますと常にシフトキーが押された状態になっているんですね。エフェクトパラメータを操作2つ同時に操作したりするときにはすごく便利なんですけれども、うっかりこの、シフトホールドしたことを忘れて他のメインパラメータだと思って操作したらサブパラメータが操作されてしまうみたいなことが起きたりします。またシフトキーが押されている状態で、再生キーを押しますと再生がこのように再生中にシフトキーがホールドされている、もしくはシフトキーを押している状態でプレイキーを押してしまうとシーケンス音がミュートされてしまうので、これも、誤った操作になってしまいがちですので、このシフトキーの色には、ご注意ください。で、ルーパーキーもルーパーキーがオンになってますと、このパネルの状態特にこの上の4つのノブがトラック1から4までの、レベルに、なってしまうんですね。レベルの調整とかパンの調整ができるようになってしまって、実際に新鮮エンジンの、パラメータを操作しようと思っててもルーパーの方のパラメータが操作されてしまうので、これもご注意ください。あとメモリキーやパターンキーっていうのはメモリの連続選択とかをすることがこのオレンジだとできたりオレンジ色になっている時にできたりするんですけれども、こう音を連続して変えられるんですね。でパターンも同じような感じで、2回押すとパターンのチェインですね、どういう順番で再生しようかみたいなのが選べて再生したりすることができるんですね。なのでこの状態になっているとステップキーの状態とかが変わったりしているので、ここもお気をつけください。で、もし変わっていたらキャンセルを押せば元に戻りますので。で再生キーも、もし音が鳴らなくなって再生してるはずなのに音が鳴ってないとかっていう時に再生キーを見ていただくとこのようなオレンジ色になっていて、点滅してて今ミュートしてますよっていう状態かもしれませんので、ぜひここも注意して、ご覧ください。はい、2つ目は予約機能を活用してゆとりを持つことで操作ミスを予防するアイデアです。これはですね、パターンチェンジの事前予約であるとかルーパーの録音機能の、事前予約であるとか、こういったのを使うと時間的にゆとりが生まれますので、それで操作ミスを予防しましょうというアプローチです。実際にやってみますね。これプリセットにも入ってるんですけれども、そうか、パターンで言うと4番組目の1番とかですね。でこれのこうしよう。でこれからパターンはこの1234っていう順番に選択しながら、ルーパーのトラック1に1番を、トラック2に2番を、トラック3に3番を録音します。で最後にシーケンサーは4番を鳴らすといったような感じです。例えばこういうことをしたい場合はまず録音の事前予約機能としては
ルーパーモードの時にトラック1、2からのトラックに対してですね、からのトラックに対して1、2、3ってこう押しちゃいます。そうするとその順番で、録音の予約をしたことになります。で、さらにパターンキーを2回押してパターンのチェーン再生ができる状態にしておいて、切り替えたい順番にパターンのステップキーをこういうふうに押していきます。そうすると1、2、3、4の順にパターンが切り替わっていきます。この状態でプレイキーを押しますと、まずこのパターンをトラック1に録音して、2番目をトラック2に録音してっていう感じに自動でやってくれるんで、その間別の機材とかの操作とかもすることができます。やってみましょうか。これ今録音している状態ですね。トラック1に。で移動しました、こっちに。でまた録音してます。また移動しました。で自動的にトラックの3番に今録音している状態ですね。で録音自体は3トラック分で終わって、今この4番のパターンが選択されている状態になっております。トラックがこう録音されておりますね。こうすると結構時間に、余裕が生まれるのではないでしょうか。ですし、さらに何でしょう、パターンをワンサイクル回すたびに録音を連続してできていくっていうメリットもあるので、冗長にならずにライブができるかと思います。はい、それでは3つ目ですが、これも予防系で、慣れないうちのブレイク操作はミュートを使いましょうというアイデアです。例えば他にドラムマシンとかと同期して鳴っていたとします。でこういう風になっていて、どっかでブレーク入れたいなっていう時に、再生キーでこういう風にブレーク入れちゃったりすると、次に同期する時に、このタイミングが悪いとうまくもう一度ちょっとずれちゃったりする可能性もありますので、慣れないうちはですね、同期が取れている状態でのブレイクを例えばしたいなって時は、さっきもちょっと紹介しましたけど、シフトキーを押しながらミュートにしてあげると、シーケンサーはずっと同期してて動き続けてくれてるので、同期が、操作ミスで外れちゃうっていうことがなくなると思います。例えばみたいな、こんな感じですね。でこれで多少タイミングを外しちゃったとしても、ずっとシーケンサーは動いてますので、押したタイミングで同期が外れちゃうっていうことはありません。ぜひ、使ってみてください。以降の、2つ、4番と5番ですねに関しては、操作をミスっちゃった時に役立つものを紹介します。では4つ目は、ですね、パネルリセットすることによってリカバリーしましょうっていうアプローチです。例えばこういう風になってますと、でいろいろライブしてて音が音がいろいろ変わって、これを瞬時に元に戻したいってなった時にはパターンキーを押して OK を押してください。そうすると現在選択されているものがリロードされて、音もパターンもいっぺんにリロードされますので、元に戻すことができます。例えばパターンをシーケンスを変えちゃったとしても、この技は使えます。これで元に戻りますね。なので使えます。音だけ元に戻したいっていう場合は、例えばメモリキーを押して OK っていう技もあるんですけれども、ちょっとミスってしまって焦ってる時は、どう使い分けるかっていうことがなかなか難しいと思うんで、パターンを押して OK を押すと元に戻るってことを覚えておいていただければいいかなと思います。はい、で最後、これもそうですね、これはどっちかというと
緊急手段的な感じなんですけれども、一旦なんかいろいろ鳴ってるけれども全部音止めようみたいな時ですね、に使える技です。最後の一つは全停止の方法ですね。ルーパーも含めて、音を全停止する方法です。ちょっと実際にやってみましょうか。例えばこういろいろ鳴っていたりして、なんか書いてあって、とりあえずここで鳴ってるものを全部止めたいっていう時はファンクションキーを押してブレーキを押してください。そうすると全部止まります。でも周りで同期してるものは止まらないので、その間にこっちをパネルリセットするとか、そういったこともできるかと思います。はい、ちょっと最後のはあくまでも緊急的な手段なので、基本的には最初にご紹介した3つで予防策をしていただいて、音を元通りにしたいよってなった時にはパターンを押して OK 押してパネルリセットすると、大体のケースでは、元通りになると思います。操作ミスに関してはそれでリカバリーできると思います。はい、今回はライブ 8-bit ワープスを使う際に知っておくと安心してライブに挑める技やマインドセットについてご紹介しました。エンドラボではこういった内容を、定期的に配信していきますので、ぜひいいねとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。またリクエストや質問などあればコメント欄に書いて、ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。